それでは、1回目にふさわしいと思った映画作品は、私が大好きなスタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅です。1968年に公開されたこの映画は、今の時代に見てもとても映像が綺麗で、多くの評価を受けています。一方では、難しくて内容がわからない、つまらない、途中で眠くなる、といった意見が多いと思います。私も最初に見たとき、何度も眠くなって、いつの間にか映画が終わっていたのを記憶しています。いくつかの理由はありますが、その中でも作品中のセリフが極端に少ないこと、キューブリック監督が明快な解説をされていないことが挙げられます。それと、アーサー・シー・クラークの同名小説が原作と勘違いされていますが、小説は映画の公開の後に発表されています。結局は、見る人によって解釈が違う映画であり、それ自体がキューブリック監督の狙いでもあったかと思います。早速本題に入ります。まず、テーマはもちろん、宇宙についてです。そして構成は3つに分かれています。1、人類の夜明け。2、木星探査計画、18ヶ月後。3、木星と無限の彼方。しかし、私は、この表のテーマの他に、裏のテーマがあるのではないかと思いました。それは、作品の中で使われている、リヒャルト・シュトラウスの公共詩、ザラトゥストラは各語りきからもわかりますように、同じ題名でニーチェという哲学者が、ザラトゥストラ、つまり、ゾロアスターを主人公にして、超人へと歩む過程を描いた作品の内容をテーマにしたのではないかと思います。さて、ここで、まず、人類の夜明け前半部分の人猿場面の概要について簡単に説明したいと思います。人類が文明を築く400万年前、ホモ・サピエンスの祖先である人猿が、荒野で飢えに苦しみながら生存競争を戦っていました。ある日、人猿たちの前に黒い石板のような謎の物体、モノリスが現れ、猿たちは驚きながらも恐る恐るそれに触ります。やがて一体の人猿、ムーンウォッチャーがモノリスの知能教育により、動物の骨を道具、武器として使うことに目覚め、獣を倒して多くの肉を食べられるようになります。人猿たちは、水場をめぐって対立する別の人猿の群れにも骨を武器として対戦し、敵のボスを殺害します。水場争いに勝利したムーンウォッチャーが、喜びのあまり、骨を空に放り上げると、これがカットつなぎで一瞬にして最新の軍事衛星に変わります。以上が2001年宇宙の旅、人類の夜明け、人猿場面の概要です。全体としてセリフがなく、延々と続く人猿を映しているこの場面は見る人にとって退屈な場面です。しかし、ここで注目していただきたいのは、映画がスタートしてすぐ真っ暗な画面が数分間続きます。そして、その後、月、地球、太陽が縦一列に並んで分離し、タイトルが現れることです。この場面は、私の視点ではおそらく、旧約聖書の創世記を映像化したのではないかと思います。旧約聖書、創世記1章3節には、神は光あれと言われた、すると光があった、とあります。次には、大地や山々が映し出され、次第に動物と人猿が共存共栄している場面が映されていますが、エデンの園、つまり、楽園を表現しているように思います。この時点では、人猿は草食であることがわかります。肉食動物に襲われ、池の水のことでグループ同士が争っても、単に叫んでいるだけで、殴り合いなどが起こりません。しかし、一夜を明けると、そこには謎の物体、モノリスが現れ、それに触れた人猿、小説では主人公のムーンウォッチャーが知恵を得ることになります。モノリスは何を表現しているのか、いくつかの解釈があります。一番多いのは、地球外生命、宇宙存在ではないかと思います。私の場合は、イブに禁断の木の実を勧めたサタンであり、ルシファーではないかと思います。キリスト教では、人類の祖であるアダムとイブが禁断の木の実を食べ、楽園を追放されましたが、それを促したのが堕天使ルシファーと言われています。一方、グノーシス思想では、創造神は嫉妬深い悪の存在で、ルシファーとは光をもたらすものであり、自らを犠牲になっても人類に火を与えたギリシャ神話のプロメテウスと同一視されています。いずれにしても、モノリスの介入によって、その後のムーンウォッチャーは、動物の骨で狩りをするようになり、
モノリスと接触を持った人猿だけは肉食になり、武装するようになります。再び、池の前で争いが起こり、以前なら叫ぶだけで済んだのが、今回は武装化した人猿が相手のグループを襲い、ついには殺害に至ります。旧約聖書では、カインとアベルの場面でしょうか。カインとアベルは、旧約聖書、創世記、第4章に登場する兄弟のこと。アダムとイブの息子たちで兄がカイン、弟がアベルであり、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの神話において人類最初の殺人の加害者、被害者とされています。それではここで、2001年宇宙の旅、人類の夜明け、人猿の場面について整理していきたいと思います。まず、映画の冒頭に出てくる真っ暗な場面から月、地球、太陽は天地創造を映像化したのではないかと思います。次に、人猿が他の動物と共存共栄し、草を食べている場面は、エデンの園、楽園を表しているのではないかと思います。そして、人猿が恐る恐るモノリスに触れ、知恵を得る場面はまさに旧約聖書の禁断の木の実を食べる部分と重なります。謎の物体モノリスは、ラテンシルシファー、ギリシャ神話のプロメテウスではないかと思います。ちなみにルシファーとは光をもたらすものを意味します。モノリスと接触した人猿は知恵を得て、動物の骨で狩りをし、草食から肉食へ変貌します。つまり、モノリスの介入により、人類は進化したことを意味します。2回目の池の水をめぐってグループ同士の争いでは、明らかに進化した人猿が武器を持ち優勢です。人類史初めての殺人、旧約聖書のカインとアベルではないかと思います。